火星と地球は同じ岩石惑星として同じ太陽系に生まれた兄弟のような存在です。でもこの2つの惑星、運命は全く違いました。地球は海を保ち、大気を守り、生命を育みました。火星は磁場を失い、大気を剥ぎ取られ、乾いた赤い荒野になってしまったんです。では、この2つの惑星をぶつけたら、一体どうなるのでしょうか？皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は火星を地球にぶつけたら、一体何が起こるのかを段階的に検証していきます。衝突したらどうなるのか、地球は生き残れるのか、そして今ある月はどうなるのか、それでは見ていきましょうか。まず、火星がどれくらいの天体なのかを確認しておきます。火星の直径は約 6800km、地球の直径が約 12800km ですから、火星は地球の約半分の大きさです。質量は地球の約10分の1、地球に比べるとかなり小さい惑星です。ただ、小さいからといって侮ることはできません。火星の表面には太陽系最大の火山があります。オリンポス山です。高さは約 22km、エベレストの約 2.5 倍です。山のふもとの直径はなんと約 600km、面積はイタリア全土に匹敵します。さらに火星にはバレス・マリネリスという巨大な谷があります。全長約 4000km 以上、深さは最大で 7km、グランドキャニオンの約10倍のスケールです。日本列島がすっぽり入る長さの谷が火星の表面には刻まれているんです。では、いよいよこの惑星を地球に向かわせてみましょうか。火星が地球に近づいていくと、まず火星自身に異変が起きます。火星には地球のような強い磁場がありません。約37億年前に火星の内部で磁場を生み出す仕組みが停止し、惑星を守る盾を失ったんです。地球に近づくにつれて火星の薄い大気は地球の重力に引かれて先に消えていきます。なので火星は丸裸にされた状態で地球に突っ込むことになるんです。さらに近づいていくと、今度は両方の惑星に潮汐力が効き始めます。潮汐力というのは、天体の近い側と遠い側で重力に差が生まれることで起きる力です。この力が天体を両側から引き伸ばすように働くんです。皆さんが海で経験する潮の満ち引き、あれを引き起こしているのは月の潮汐力です。ただ火星は月よりはるかに大きい天体です。なので、その分、潮汐力も桁違いに強くなります。地球上では海面が数十メートル規模で上昇し、地殻が割れ始め、世界中で地震と火山噴火が連鎖するんです。一方で、火星にも同じようなことが起きています。火星は地球よりも小さいので、地球の潮汐力に耐える力も弱いんです。火星の地殻が変形し、あの巨大なオリンポス山にも亀裂が入り始めます。地球の地表から約 12,000km 上空、ここにロッシュ限界と呼ばれるラインがあります。ロッシュ限界というのは、天体が自分の重力で形を保てなくなる境界線のことです。この境界を越えると、潮汐力が天体自身の重力を上回り、天体は引き裂かれます。火星は地球より密度が低いので、潮汐力に耐えきれないんです。ロッシュ限界に達した瞬間、火星は砕けます。円周 21,000km 以上もある惑星が地球の潮汐力でバラバラに崩壊するんです。オリンポス山もバレス・マリネリスも全てが破片となって宇宙空間に散らばっていきます。火星の破片は地球の周りにリングのように広がり、その一部は地球の大気に突入して隕石の雨となって降り注ぐんです。では、もしロッシュ限界を無視して火星が砕けずに地球に丸ごと突っ込んでいったら一体どうなってしまうのでしょうか。その場合、火星は秒速約 15km で地球に衝突します。この速度は遠く離れた場所から地球と火星が互いの重力だけで引き合った場合に到達する速度です。衝突のエネルギーは恐竜を絶滅させた小惑星のなんと約1億倍です。6600万年前に恐竜を絶滅させた隕石は直径約 10km。あの衝突で地球上の生物の約 75% が消えました。でも今回ぶつかってくる火星はあの隕石の約680倍のサイズです。火星も地球も互いに岩石でできた惑星です。
そんな2つの岩の塊が正面から激突するんです。衝突の瞬間、衝突面は数千度から数万度に加熱されます。岩石は蒸発し、シリケート蒸気と呼ばれる岩の蒸気になります。衝撃波が両方の惑星を貫通し、マントルは溶け、地殻は消滅するんです。なので、地球も火星も互いにどちらも原型をとどめません。二つの惑星は溶け合い、巨大なマグマの塊になっていきます。表面付近の岩石は蒸発してガスになり、重い元素は中心部に沈んで新しい巨大なコアを形成していくんです。軽い破片やガスは周囲に飛び散って合体した天体の周りに円盤のように広がっていきます。ここまでが衝突の瞬間です。では、その後はどうなるのか。衝突のエネルギーで地球の海は瞬時に蒸発をします。地球の海水の総量は約14億立方キロメートル。そのすべてが水蒸気になり大気中に放出されるんです。表面温度は約2000度を超え、地球全体が深さ数千キロメートルのマグマの海に変わります。マグマオーシャンと呼ばれている状態です。ただ実は45億年前にも一度地球はこの状態を経験しています。当時の地球には海も生命もありませんでした。しかし今の地球にはあります。深海の熱水噴出口で暮らす極限環境微生物ですら数千度のマグマオーシャンの中では生存できません。地球上の全生命が例外なく消滅するんです。その後、マグマオーシャンは数千年かけて冷えていきます。でも地球はもう元には戻れません。蒸発した海水から生じた大量の水蒸気が大気に留まり続けます。水蒸気は強力な温室効果ガスです。太陽の熱が閉じ込められ、表面温度は下がりません。これが暴走温室効果と呼ばれる状態です。しかも、この水蒸気も永遠には残りません。大気の上層まで上った水蒸気は太陽の紫外線によって水素と酸素に分解されるからです。水素は非常に軽い気体です。そのため分解された水素は地球の重力を振り切ってどんどん宇宙空間へ逃げていくんです。水素が逃げるということは水を構成する材料そのものが失われることを意味します。つまり、たとえ温度が下がったとしてももう水を作り直すことはできないんです。地球は二度と液体の水を持てない惑星に変わります。残るのは CO2 に覆われた灼熱の大地。それはまさに今の金星と同じ姿です。表面温度は460度、気圧はなんと90気圧という地獄です。まさに地球は金星になるんです。ここまでは地球に起きることを見てきました。では月はどうなるのでしょうか。衝突の瞬間、月は約38万 km 離れた場所からこの惨劇を見ていました。なので直接の衝撃は受けません。でも無傷でもいられないんです。衝突をした数分後には衝突で飛び散った大量の破片が月の軌道を横切ります。破片の総質量は月と同じかそれ以上。それらは月の表面に降り注ぎ、月面が部分的に融解していきます。でもさらに深刻なのは地球の質量分布が変化したことです。地球の重力のバランスが大きく変わったことで月の軌道が乱されていきます。こうなってしまうと最悪の場合、月は地球に引き寄せられて落下をするか、逆に弾き出されて宇宙の彼方に消えていく可能性があるんです。一方で衝突で生まれた破片からは新しい衛星が次々と生まれていくんです。最初は小さな破片同士が重力で引き合い、やがて数個の小さな月が形成されていくのです。空に月が2、3個浮かぶ時代の到来です。ただ実は複数の月が共同で存在し続けることは難しいとされています。これは互いの重力で軌道が乱され、ある月は地球に落下し、ある月は別の月に衝突して合体していく可能性があるからです。その後、数百万年にわたるカオスの果てに最終的に生き残るのはおそらく一つか二つの月です。こうして火星衝突がもたらすのは新しい惑星と新しい月たちなんです。ここまでの話はシミュレーションです。でも実はこれとほぼ同じことが約45億年前にも起きているんです。地球がまだ生まれて数千万年しか経っていない頃、ティアと呼ばれる天体が原始地球に衝突しました。ティアの大きさは火星とほぼ同じだったと考えられています。NASA のシミュレーションによると、約45億年前のこの衝突から月が形成されるまでにかかった時間はわずか数時間でした。飛び散った破片が
互いの重力で引き合い、集まり、合体して一つの天体になっていったんです。この衝突で地球の自転は一気に加速し、1日の長さは5時間にまでなったとされています。ただ現在の1日が24時間なのは、月の潮汐力が45億年かけてゆっくりと地球の自転にブレーキをかけ続けた結果なんです。つまり、皆さんが普段見ている月というのは、約45億年前に地球を壊した衝突の残骸なんです。いかがでしたでしょうか？本日は火星を地球にぶつけたら一体何が起こるのかを段階的に検証してみました。次回は地球を土星にぶつけてみます。水に浮くほど軽いのに質量は地球の約95倍です。そしてあのリングはどうなってしまうのでしょうか？それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。